きっかけね、実のところ明確に覚えてないっていうか、いろんなとりあえずやってみたかって、これが残ったって感じですね。もういろんなシノ系とか挑戦系とかいろんなやって、これが比較的うまくいったという形になりますね。理想があっても陶器だけはできんとどうにもならんのです。天候やりたかったらやりたかったです。それはありますけどね。最初にはこういう野決め天目戸郷山と呼ばれるもんが焼けるんです。これはそんなに難しくはないんです。焼けば出るんですけども、これがちょっと条件が揃い出すと長く流れた後の中からこういう油滴のようなものが残っていくことになるんです。それがさらにこうちょっと丸くなってきて、こういう曜変天目というのが数秒間現れると。ほんでこの状態放っておくとこういう夏季天目というこういうものになってしまうんですね。全部釉薬は一緒です。窯の中の条件、時間とか温度変化の波ですね。それが異なってこう変化していく焼き物なんです。これだけ曜変目指しは焼いてるんですけども、おまけにこういうのも焼ける状態ではありますね。その綺麗な窯ではないんで、もうすぐムラがある窯で焼いてるんで、ほとんどはこの野決めになるんですけども、これが出てくれば嬉しいなという感じではありますけども、ここまで綺麗に出るものはもう珍しいです。ちょっとこの辺だけとか全く違うちょっと特殊な形の曜変になったりとかあるんですけども、なかなか出ないけども出てくれるんで当時の環境で作れたんですから、そんな難しいことはしてないだろうと。逆に難しいことせん方がいいんであろうというのはもうすぐ最初に思ったことなんで、そこら辺にある原料を使ってやったってことですね。ほんで、幸いにもいわゆる県窯と言われるとこと日本の土壌とは気候も似てるんで、そのままこちらでも手には入ると。でやっていくうちにできたということですね。ほんで一番肝心なのは今の陶器っていうのは磁器の技術で作られてるんです。陶器と呼ばれてるもの全てが。でもう滅んじゃってるんですよね。陶器の製法っていうのが今へとこの上り窯みたいなんで松を焚いてきれいに焼くというのが主流になってるんですけど、陶器っていうのはきれいに焼いてないんですよね。実はもうみんなすすがも巻き込んじゃって真っ黒になってるから、汚い焼き、汚いって言ったら変ですけども、きれいには作ろうとしてない。用途が先になったもんですからね、美術よりも。でそういうふうに焼こうと思いました。それはもちろん毎回違いますけども、結局焼きで決まる焼き物ですから原料そんな関係ない。もう土なんかはっきり言うて焼き締まってばいいんです。焼いて出して割れなければいいんですね、土に至っては。ちょっと貫入とかの関係もあってダメなのもありますけども、で釉薬はそういう赤土があるような土壌であればどっから掘ってきてもいいっていうか、造山帯系ですよね。県窯にしろ日本にしろそういうとこにある赤土であればそんなに難しくないし、というか基地土と釉薬の原理一緒なんです。基地土にカルシウムが入っただけのような釉薬ですから一緒なんです。そんな難しくないんで、ちょっとだから陶器の勉強した人から見たら変やなとは思われますけど、基本は基地土に石灰入れたら釉薬になるよ。で焼成というのは最初から最後まで還元であるよと。きれいに焼いてたら薪もったいないですからね。ほんで焼けたらもう水かけて消しなさいと。半分以上粘土が残ってますから窯の中に。ほんでもうそこで釜詰めして火つけて寝とけばまだ焼けてると次の日になればそれ一生懸命薪くべてんでもね、っていうことが基本なんですけど、なかなか意味が分かってもらえない
ですね、言ってること自体の。もうそこは数を作るしかないですね。測定器自体が存在しないんで、何を測定していいのかも分かんないんで、ですね。ほんでもうガスとか電気じゃちょっとパワーがないんで、やっぱりどうしても薪使わんとダメなんですけども、もうですね、その薪自体もちょっとあんまりいい、ちょっと古材使ってるもんですから、木の名前もわからないも炊いてるわけですから、どうなるか分かんないっていう感じですし、けど原料がタダですからね。粘土とか木はタダなんです、実際のところね。ほんで焼けばできるっていうことで、そういう感じで作ってますね。家業は職人的な仕事で、もう注文あったものを数焼くという仕事なんで、ちょっと仕事自体は正反対でありますね。向こうはいかに正確に作るか、速度とかって、こっちはもういかになんか変わった方法を見つけるかっていうか、ほんま言うとこれゴミ粗相なんですよね。こういう模様が出るというのは本来焼き物にとってはたまたまこういうのは美しく出ただけで、そういうのをしようと思えば綺麗な仕事をしてたんでは出ないんですよね。よく言われるようにいろいろ細かいことしてるんだろうと言われるんですけど、昔の人って雑です。昔のそんな農耕自給をしている人の生活なんてね、いかに楽するかってことです。まともに働いたらお腹減ってね、余計ご飯食べなあかんだけなんで、いかに楽して生きるかの究極系です。だからこういう半もんでるっていうことは、原料自体もそんな通しで通したりしてないしね、細かくしたり吸ったりとか、粘土買って持ってきたままです。はっきり言って、その掘ってきたままであるからこそこういうのは出るんですけどもね、きれいに精製してしまえばもうきれいな茶碗になっちゃうんで、そういうことなんで、そういう点では苦労はしてないけど、やっぱり出ないっていうのはしんどいよね、精神的に。それやってもやってもかなりめいってくる話で。ずっと釜には火入ってるんです。冷やしてしまうとまた温度上げるのが面倒くさいは面倒くさいです。だからもう赤いうちに取り出してもう次の入れてるっていう感じなんですけどもね。だからずっと釜はもう火入ったまま、の感じなんですけども、だからその加減もあってちょっとそうサボりもできないんだけど、サボった味もしんどくなるんだけでね、バランスですね、そこは。火は毎日こう出し入れはしてます。焼成時間はかなり短いですから、もう詰めて入り口塞いだらもう800度ぐらいまで上がっちゃってるんで、ガーって木と空気を送ってあればすぐ温度上がるし、で赤くなくなったら取り出してまた次の入れるって感じですね。釜場の周りで仕事が進んでるというか、釜場で形作って釜の上に置いとけばすぐ乾くんで、朝作ったやつが、夜には焼けてるっていうことは可能ですね。すりがけとかもそんな難しくないんで、非常に幅のある釉薬なんでね、調合とか関係ないんですよね。だいたい掘ってきた原料の成分が分かんないから、細かく調合したところでよく分かんないっていうのがあるんで、だから仕事自体はそんな大変じゃないんだけどめいってくるのは確かです。今日無駄な仕事してしまったなっていうのは続くわけですしね。強度ですよね、硬さ。当時の焼き物はやっぱ硬いです、中国の焼き物は。で硬さこれはっきり違うと思います。であと光沢とか奥深さ、その顔料的な発色ではないんです。その光のなんかこう複雑な干渉を伴った色なんで、ちょっと種類が違うかもしれないですね。いやないです。見ても分かんないし、
ショック受けるだけだから本物の曜変の展覧会とか行くとあんまり気分見えるだけで嬉しくないというか、辛くなっちゃう本物が先にある仕事してるんでね、芸術の中で珍しいタイプの種類なんですけども、本物が先にあってそっちが美しいとなるものをやってるとちょっと辛いのは辛いですね。原動力はないです。これが出ると嬉しいそれかなって結局原動力って案外作ってるもん考えてないんじゃないかな。これ作りたいから作ってるっていうのがストレートかもしれないですね。いや感動は実はね内緒でもいいんですけども嬉しくはないですね。ほっとしたっていう感じで別にあって感じで感動はないです。報われたなっていう、1年間無駄な仕事してきて出てきたら嬉しい感じですね。1個目なら感動なんですけどその領域は越してますね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけども。いや残念ながら進歩してないっていうかこれがひょっとしたら一番いいやつかなとか思ってるぐらいなんで結局原理が分からんもんを作るっていうのはちょっと難しいですね。分かんないですね。ほんで同じことやっぱり何十年もやってくるとなかなか機械的な問題も出てくるんでね、それも乗り越えなあかんしなかなかどうなんですか、進歩しようがないというか、本物は越したいっていう気はあるんです。本物は越したいなと思うんだけど、どうそれは夢なのかなっていう感じもちょっと思い出すようになってきてはするんですけども、諦めはしてないですけどもね、自分の作品見て何か思うっていうのはそのレベルには達してないですね。そういうレベルに達するのかもしれないですけども、自分の作品見て、もっさいなとは思いますけどいいなと思うことは一度もないですね。ちゃんとした作家さんならいい答え出しょうんでしょうけどね、ないですしんどすぎてこれしんどいはいいんだけどどうだろうな、分かんないですね。考えてもいや結局ないということですね。考えてもないということはそうなっちゃう人間なんか何十年やってると料理人も多分毎日チャーハン焼いてたら何も思わんとやってると思うんですよね。そんな感じになっちゃってるのかな。どうなの、こういう答えは損ですかねどうなんだろう。小児学とかじゃそうです。あんまりこういう喋る機会もそんなあるわけではないんでね、普通ならそういう答えとかも用意してる人多いんでしょうけど、今考えてみるとないですね結局。いいのが出るかもしんないという楽しみがあるから作れるんであって、もうこれで限界と思ったらやめてますけどね。それは唯一楽しみですね。いいのが出るかもしれないというのは。やりたいことはもういっぱいあってちょっと洋変に何十年手間取ってしまったという感じですね。まだやりたいことはいっぱいあるんだけど、ちょっとやっぱりぶどまりが悪いっていうのはなかなかやりたいこともやれないし、でちょっと違うことしちゃうと忘れちゃったりするんでね。と言いながら分かんないです。やりたいことやるかもしれないですけどもね、釜の中にはこれに向かない場所がいっぱいあるんで、その篠に向いた場所とか移動茶碗に向いた場所ってなるんで、それはやってて実際発表もしてるんですけども、
まあやっぱりちょっとそれは片手間感があって、やっぱりちょっとね人間本気でやらんといい作品にはならないっていうのもあって、まあとりあえずこれですけども、まあ、やりたいのはやりたいですね。やっぱり時間の問題。絵とかも描いてみたいし、ああいう立体造形とかもしてみたいけどもね、本来そっちの方が好きなんでね、全部最終形が分かりながら作っていくという方が得意なんでね。ただまあ人生1,000年あったらやりますけど、まあ人間とセックスそんなもんかなっていう心境になりますね。うん。